レイム、今の AI ブームを裏で支えている国ってどこだと思う？そりゃアメリカでしょ。チャット GPT も NVIDIA も。アメリカっぽいし。もちろんアメリカも重要だ。でも、その AI を動かすための、最先端半導体を大量に作っている中心地は台湾なんだぜ。台湾、タピオカと小籠包のイメージしかないんだけど。今日はもっとサイバーな話だ。今の台湾は、世界のスマホ、AI、自動車、軍事技術まで支えるテクノロジーの心臓なんだ。サイバー小籠包、じゃあ台湾が止まったらどうなるの？かなり大げさじゃなく、世界中の産業が一気に積む可能性がある。まず台湾がいつから半導体の島になったか知ってるか？もともとそういう島だったんじゃないの？全然違う。1949年に内戦に敗れた国民党政権が、台湾へ移ってきて、最初にやったのは農地改革と製造業の立て直しだ。服とか日用品とか、ごく普通のものを作るところから始まったんだぜ。最初からハイテクだったわけじゃないのね。そして本当の転換点が1970年代にやってくる。台湾政府は安い労働力だけに頼っていては限界が来ると見抜いて、人件費の安さで勝負するだけじゃなく、技術そのもので勝負する産業へ切り替えたんだ。その中心になったのが、1973年に作られた政府系の研究機関アイトリだぜ。簡単に言えば、台湾の技術開発と人材育成を引っ張る司令塔みたいな存在だ。アイトリ、なんだか可愛いアイドルグループみたいな名前ね。ゴリゴリの政府系研究機関だぜ。1976年には、アメリカの企業から半導体技術を学び、本格的に技術者を育て始めた。台湾は自前でゼロから始めたんじゃなく、海外の先端技術を吸収しながら力をつけていったんだ。台湾の半導体産業は偶然生まれたんじゃなくて、しっかりとした国家戦略として始まったんだぜ。でも、研究所を作っただけで半導体大国になれるなら、どこの国でもやってるんじゃないの？そこがポイントだ。1980年、政府は新中、サイエンスパークを設立した。ここはただの工業団地じゃない。近くにトップクラスの大学やアイトリがあって、そこで学んだ人材が技術を育て、企業で量産する。という流れを一つの地域に集約したんだ。大学、研究所、企業が近くで繋がって、技術も人材も育つ仕組みを街ごと作っちゃったのね。そして1985年、台湾の運命を決定づける人物が現れる。政府がアメリカの半導体業界で経験を積んだモリスちゃんを台湾へ招き入れたんだ。彼は1987年にTSMC を創業した。TSMC って iPhone とかパソコンを作ってる会社。そこが勘違いしやすいところだ。TSMC は基本的に、自分のブランドでスマホを売ったり、半導体を設計したりする会社じゃない。じゃあ何をしてるの？他の会社が設計した半導体を超高精度で作っているんだ。いわば、世界中の天才が考えた設計図を実物にできる工場なんだぜ。作るだけ、なんか地味じゃない。ところが、その作るだけが世界一難しい。レシピはあっても、料理できるキッチンがなければ意味がないだろ。つまり、設計図はアメリカ、実際に作るキッチンが台湾ってこと？そういうことだ。今の TSMC は単なる工場じゃないぜ。2025年時点で、TSMC は500社以上の顧客を抱える巨大企業になっているんだ。特に最先端半導体の製造では台湾、中でも TSMC の存在感が圧倒的だとも言われていて、TSMC なしでは世界のテクノロジー企業は身動きが取れないという、置き換えの効かない状態なんだ。まさに世界が預ける工場ね。台湾がテクノロジーの心臓って呼ばれるのも納得だわ。しかも、台湾の本当の強さは TSMC だけじゃないところにある。iPhone から AI サーバーまで組み立てる世界最大の受託メーカーフォックスコンや、スマホや AI 向けの設計会社、メディアテックなど名だたる企業が揃っているんだ。設計、製造、組み立てまで、ハードウェアの肝心な部分を、全部台湾が握っているのね。隙がないわ。そして今の AI 時代、台湾は半導体を作るだけじゃない。半導体を完成品として使える形にまとめる先端パッケージと呼ばれる重要技術でも強いんだ。ASE という企業などがこの分野で圧倒的な存在感を示している。計算能力を実際の製品に仕上げる部分まで抑えているから、台湾はもう絶対に外せない場所になっているんだぜ。アメリカでも日本でもなく、どうして小さな台湾がここまで来れたのかしら。一人の天才が突然すごいことをやったという話じゃないんだ。まずは農地改革と教育で土台を作り、製造業で経験を積み、研究機関と企業が集まる仕組みを整えた。そこにモリスちゃんのような人材が加わって、一気に花開いたんだぜ。国家、
研究、人材、都市、企業の全てが噛み合った結果なんだよ。地道な努力と戦略の結晶なのね。ただ、この圧倒的な成功はリスクにもなる。世界中が台湾の半導体を必要としているからこそ、その重要さゆえに台湾は国際政治のど真ん中に置かれてしまった。特にアメリカと中国の対立が強まる中で、台湾は常に大きな緊張の中にあるんだ。モテすぎるのも大変ね。私の神社にも、お賽銭が殺到して毎日大変。って誰も来ないんだけど。涙拭けよ。とにかく、数十年の積み重ねで築いたこの、産業の仕組みはそう簡単に他の国へ移せない。台湾が世界の頭脳を支える島になったことで台湾の安定そのものが、世界経済の安定と直結するようになったんだぜ。サイバー小籠包の裏にはこんなにも壮大で、シビアな物語があったのね。今日もすごく勉強になったわ。それじゃあ今回の解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。